皆さんこんにちは、まほです。2023年夏のヨーロッパ旅行 Vlog 第4弾ロッテルダム編をお送りします。This is the vlog of my Europe train trip in this summer 2023. ホテルをチェックアウトして、今朝8時で、これから次の目的地であるロッテルダムに向かいます。8時でこの早朝みたいな空気感なのが不思議な感じします。中央駅からロッテルダムは電車で約1時間かかるそうです。国をまたぐ移動はすでに予約済みなんですが、アムステルダム、ロッテルダムは同じオランダの国内なので、予約はしていません。電車のチケットの取り方も空港から電車通った時に一緒にいた家族が僕たちはタリスでアントワープ帰るんだっていう風に教えてくれたんで、同じ券売機で買えるっていうことも分かっているので、容量も大丈夫ということで駅に行きたいと思います。これもセントラルステーションなんですが、中にスーパーがあるみたいなんで、ちょっと軽食というか飲み物だけ買って電車に乗ろうかなと思ってます。Google マップを調べたら、もうこの25分のロッテルダムセントラルが近いよっていう、一番早いよっていうことで教えてもらったので、早速もう20分なので乗り込みたいと思います。結構ね、スーパーとか充実してて、さすがセントラルステーションっていう感じですね。さあ、どんな電車に乗るんでしょうか。楽しみです。This is a song for those who wait, for those who can celebrate, for those who always know the way, for those who would never say I make you feel bad cause it's full moon, I make you feel bad cause I hate myself. It's for those who call you on your phone and know what to say without any help. And I guess it goes somewhat like this. Are you sure you will love me in the middle of the night? When the darkness that's living outside makes its way in my mind, are you gonna tell me that I'm gonna be okay? Cause I'm not one of those who wait, and I cannot celebrate, and I always forget the way because of a musician's brain. 乗るまで知らなかったんですが、この電車はアムステルダム中央駅から、スキポール空港、私が使ってきた空港ですね。その空港を経由してロッテルダムの中央駅に行くそうです。今空港を出たばっかりなんですが、そこでほとんどの人が降りていって新たに乗っている人がいないので、電車はだいぶガラガラになりました。なので、ちょっとでっかいスーツケースあるんで、ちょっと4人向かい合った席を使って、今スーツケースを足元に置いて動画を撮っています。50分ぐらい電車に乗って、あっという間にロッテルダムセントラルに着きました。この電車はもう10分後にアムステルダムセントラル行きになるようで、もうなんていうかピストンというかエアポートと、その2つしか行かないんで、何往復もきっとする電車なんじゃないかなと思います。これがかの有名な駅舎が新しくてかっこいいロッテルダム中央駅ですね。
ちょっと内側にいるから、まあ、おお、こんなもんかっていう感じなんですけど、ちょっと外側から眺めてみたいと思います。手前からは、後々撮ろうかな。この矢印はインターシティを示すマークですね。アムステルダムと同じく、自転車がたくさんあります。ねえ、どんな街なんでしょうか。うわ、すごい高い建物がありますね。アムステルダム、ここまで高いのなかったんじゃないかな。これマリオットのホテルかな。M のマークついてるんで。後ろ側にもなんか気になる新しめな、なんか近代的な建物が見えます。ちょっとまずはホテルに荷物を置きに行きたいと思います。ありました。ホテルノットホテル。不思議な佇まいなんですけど、ここみたいです。ちょっと入ってみたいと思います。今、こちらのツーリストインフォメーションで、ツーリストデイチケットというものを購入しました。15.5 ユーロ。内容は、ここに書いてあるんですけど、電車、地下鉄かな？メトロ、トラム、そして水上バスが市内のものは無料というか乗り放題になるよということです。ただですね、1日でロッテルダムを全部回ったよっていう人のブログを参考に、これ買ってみたんですけど、その水上バスは、なんか直通便と乗り換え便があって、で、基本乗り換え便の途中までがここの範囲、つまりエリア外に行くっていうことなんだろうなと思ってるんですけど、そこから先はなんか別途お金を払いましたみたいなこと書いてあったんで、ちょっと小銭が発生するのかななんていう。ただ今ツーリストインフォのカウンターもノーキャッシュって書いてあったんで、もう今全部カードで払ってねっていう感じになるのかなと思ってます。そして今、駅の東に来ていて、この東側に、トラムステーションがあります。中央駅だと、アムステルダムだと A と B って大きくエリア分けされてたんですけど、ここに集約されているみたいですね。A、B、C、D っていう風に並んでて、乗りたいトラムを選んで乗るっていう感じになると思います。で、まだ朝早いんで、まっすぐこの南の方まで、このトラムも走ってるんですけど、水上バスの乗り場が、だいたいトラムだと十数分で、歩いて30分ぐらいの距離っていうことなんで、ちょっと疲れたらトラム使おうかなと思ってるんですけど、地図上で見ると面白い建物がたくさんあるようなので、まだまだ今日は足も元気なので、歩きながら探索していきたいと思います。この125番のトラムに乗って、ウォーターバスの乗り場まで行きます。ウィリアムスケードってところかなにやってきました。どうやらここがウォーターバスって書いてあるんで、ここまっすぐ行ったところに乗り場があるんじゃないかなと思います。人が結構待ってるんで。チェックイン、チェックアウト。どういうふうに、なんか見えてきました。かざす機械があります。これタッチするんじゃないかなと思うのでやってみます。できたっぽいです。ルートですね。しっかり揺れてます。この21番っていうのが直行なんですけど、もう10時に出たばっかりで、今10時20分なので、多分20番のウォーターバスに乗って、ここで乗り換えをする。それで別料金になるんじゃないかなっていうふうに思います。
無事キンデルダイクに着きました。ちなみにウォーターバス乗り換えはするんですけれども、チェックアウトは通すのを忘れずにねっていう風に言われました。とりあえずなんかみんなが歩いている方向になんとなく向かっていこうかなと思います。車で観光に来る人も多そうですね。高架駐車場っぽい。ウォーターバスからまっすぐ道を歩いていったら風車がいっぱいあります。なんか人が溜まってるんで、この先どうやって行くのかな。なんかこのエリア全体に入るのに近年有料化されたみたいな情報もブログで見たので、ちょっとその辺も確かめつつエリアを探索したいと思います。風車が回っている。道はこのように自転車用と歩行者用でちゃんと分かれてます。さすがオランダ。ここをまっすぐ行くと多分風車が見れるし、ちょっと歩くの面倒だよっていう人向けに多分このカナルホッパーっていうボートツアーみたいなのがあるんだと思います。今日はまだまだ元気なので歩いて回ろうかなと思います。ちなみにね、日差しがめちゃくちゃ強くて暑くて日焼けしそうです。ここが風車の博物館みたいですね。ちょっと行ってみようかなと思います。なんかオールインワンチケットっていうのしかなかったので、こちらを買いました。これ多分いくつかあるミュージアムに入ったりとか、さっきのホップオンホップオフのウォーターバスも含まれてるんじゃないかなと思います。で、平日は土日よりちょっと2ユーロぐらい安いみたいです。今風が強いのでめっちゃ風車が回ってます。近い。すごい。今半分くらい歩いてきたんですが、もうだいぶ足に来ているので、ミュージアムとボートが一体化されたチケットなので、帰りは絶対にボートに乗って帰ろうと思ってます。乗れるのかな？でも人がいっぱいっぽいんで。とりあえずですね、なんか2つあるミュージアムのうち多分まだ1つ入ってないんで、今から行きたいと思います。第2チェックポイントのミュージアムにやってきました。ここはどうやらね、風車の中ではなく、このエリアを見学するのにチケットを見せて歩くっていう感じなのかなと思ってたんですが、なんか入り口がありますね。昔オランダには約1000台の風車があったそうです。家みたいにして使われてたんですかね。市内に戻った方が美味しいご飯食べられるかなとも思ったんですけど、ここから1時間かかると2時くらいになりそうなのと、こういう観光地の方がオランダならではのものが食べられるんじゃないかなということで、風車のキンデルダイクのカフェにやってきました。Do you think it's true? And someday I'll be old enough, bitter and ready to turn into a monster and lose all empathy. ロッテルダムの市内に戻ってきました。ここなんですが、なんでこんなに
遊び場というか模型がいっぱいあるかっていうと、ここにある海洋博物館が外で子供向けにこういう遊び場を設けてるみたいです。歩き回るだけでも楽しい。あ、しかもなんかミニボートで乗ってる人たちがいますね。川になってるのかな？なんかちょっと、あ、川ですね。橋があって、運河になっているようにも見えます。次の目的地はあっち側なので、私もこの橋渡ってみようと思います。来ました。これが有名なキューブハウス。他にも面白い建物がなんか見渡す限りいくつもあります。そしてこのでっかいのが、英語で書くとマーケットホール。マルクトホルって読むらしいんですけど、このエリアは何やら楽しそうです。まずは順番に奥からこのキューブハウスに行きたいと思います。ここはなんか実際に民家やホテルとして使われて、ホテルっていうか安宿みたいな感じで使われているっぽくて、入場料を払えば中を見学することができるっぽいのですが、中はそんなにどっちでもいいかなっていうのが正直なところなので、一通り写真に収めることを目標にいろいろ見ていきたいと思います。なお、ちょっと外が暗くて雨が突然降ってきたりしてるんですけど、時刻はまだ午後の3時で、日没がアムステルダムと同じく9時くらいで、かなりまだまだ明るいので、ゆっくりしていきたいなと思っています。あちらのマルクトホルは、なんか夜になるとライトアップがすごい綺麗だっていうことを見かけたんですけど、ちょっと夜遅い時間、9時ぐらいにもう一回ここに戻ってくるっていうのは、なんかちょっと疲れてやらなさそうですね。なので、今の1回の滞在で、ちょっと悔いがないように見切りたいと思います。なんかカメラで観察してるっていうからなんだろうと思ったら、これで本物の砂を使って作ったアートみたいです。外が急に雨が降り出してきたので、じゃん、マルクトホルにやってきました。このフロアはもう全部飲食店みたいですね。そこに相撲っていう謎の日本食のレストランがありました。これはフォーか。フォーだからベトナムですね。屋内市場みたいな感じですね。夕飯ここで買っても良さそうですね。デリとかあるかな？ありそう。テイクアウトできそうなものもあるので、ちょっとご飯がいいものがあれば、ここで買ってお部屋で食べるっていう選択肢も考えようかなと思います。すごいスイーツがいっぱい。こっちにもハイカロリーそうなのがいっぱい。ココスボールズ。ココナッツかな？こっちはトルコですね。めちゃくちゃ甘そう。ここにフロアガイドがあって、英語が対応してます。これを見る限りは、今がグラウンドゼロで、上の1階と地下のマイナス1階。この3フロアみたいですね。あそこは有料のトイレだと思います。ちょっと下を覗きつつ、いろいろと見ていきたいと思います。上はあんまりなさそう。レストランとかかな？さっきモロッコのスパイス屋さん見つけて、お店の人を撮るとまずいので、ちょっとスパイスだけ撮ってみました。素敵。目の前のこの建物は図書館らしいです。謎の2本の足のオブジェ。面白いですね。あと、ちょっと風が入ってるんじゃないかなと思いますけど、ずーっとロッテルダムは風が強い。それがやっぱり風車がたくさんある理由なんでしょうね。今、大通りからちょっと狭めのショッピングストリートを歩いてるんですけど、お店がなんかフレームが黒で統一されてる感じがあります。で、上は普通にレンガ造りの建物になってて、なんかすごい統一感があっておしゃれでいいですね、ここ。軒先のカフェみたいなのも、ちょっとパリっぽさもあり、
こういう運河の感じはアムステルダムっぽさもあり、とっても素敵ですね。いいな、この辺。ロッテルダム市庁舎にやってきました。手前からだとめちゃくちゃ高さがあるので、これは反対側に行かないと撮れなさそうです、写真が。なんかあっちも広場みたいになってるんで、ちょっと行ってみようかなと思います。なんか中に入ってる人いますね。普通に入れるのかな？ちょっとチラ見してきます。思った以上に中はすごかったです。視聴者なんか、どっちかっていうと教会か何かかなみたいな感じの厳かな建物です。動画撮って大丈夫かな？の中は本当に教会になってるみたいで、今ちょっとセキュリティの人に話しかけられたんですけど、受付と、あと結婚式をやっているカップルがいたので、リセプションと、あと結婚式をやっている家族は映さないようにと。あとは撮ってもいいですよ。この先に中庭がありますよ。そこは自由に写真撮っていいですよ。っていう風に教えてくれました。とっても親切ですね。ここは入場無料で来れるので、素敵な憩いの場です。こちらが視聴者なんですけど、ショッピングストリートで、アメリカンイーグルとか、結構自分でもわかるような、スワロフスキーとかも見えますね。いろんなブランドがあるんですけど、なんていうのかな、ショッピングモールみたいな統一感があって、なんかね、そのおかげで街にすごい一体感というか、街がすごい整然とされてて綺麗な印象を受けます。ただそれだけで、別にこういうね、路地裏とか、ちょっとデコボコしてたり、落書きされてたりみたいなのってあるんですけど、それでも印象としてはアムステルダムよりもすごい綺麗だなーっていう。でこっちの方が観光客とかは来づらいと思うんですけど、その第二の都市っていう意味で。でも、結構観光客もいるし、あとさっきマルクトホルでいろんな食事のお店見てたんですけど、めちゃくちゃ多国籍で日本食とかもいっぱいあったんで、日本人は全然いないんですけど、もともと移民が多いのか、もしくはなんかそういうオープンマインドな人がこの街はもしかしたら多いんじゃないかしらという印象を受けました。またはビジネスが盛んなのかな。なんか正直自分がいろんなグローバル企業でロッテルダムに何かオフィスがあるっていうのは聞いたことがなかったんで、ちょっとさっき自分が働いてた会社の名前をロッテルダムで見てびっくりしたとかもあるんですけど、なんか思ってたよりもずっと綺麗で、過ごしやすそうだな、この街っていうのが今の印象です。あとは、アムステルダムではもうなんか結構、ちょっと怪しいお店、怪しいストリートが結構あって、大麻が合法化されてるので、それ系のお店がすごい並んでて、そんなに匂いとかは以前シアトルに行った時ほどは気にならなかったんですけど、ちょっとそういうのが治安を乱して、風紀を乱しているのかな、みたいなのは気になってたんですけど、ロッテルダムでは、今のところはまあちょっとこういう大通りしか歩いてないっていうのもあるんですけど、すっごい綺麗で全然見かけないですね、そういうお店を。本当に街によって全然印象違うんだなっていうのを感じてます。この辺なんかもなんか、日本だったらアウトレットモール歩いてるのかな、みたいな。アメリカでもそうですね。モールとか来ないとこういうエリアはないかなっていう感じがします。はい、お部屋にやってきました。実は初日に泊まったホテルはルームツアーしなかったんですけど、めちゃくちゃ狭い屋根裏部屋みたいなところで、それに比べたらちょっと広さがあるっていう感じですね。で、ここは、なんかすごい変わったデザイナーズホテルで、ノットアホテルっていう名前なんですよね。狭めで、あんまりこう、高級感はないんですけど、でもしっかり清潔感は保たれている感じですね。で、各部屋になんかこういうアートが飾ってあって、なんかテーマが書かれてるみたいな。
これを見る限り結構新しめのホテルなのかなっていう感じがします。なんかチューリップが可愛い。今回泊まっているノットアホテル。すごい変わったコンセプトのホテルです。ちょっとね、ドアがオートロックじゃなくて鍵式なんですけど、自分の部屋は鍵がちょっと問題があって、ちゃんと閉まらない。厳密に言うと全く閉まらないわけじゃないんですけど、自分で内側からドア鍵かけたら開けるのにものすごい時間かかっちゃったんで、フロントに掛け合ったんですけど、他に空いてる部屋がないっていうことなので、ちょっと諦めて同じ部屋にステイすることにしました。なんかちょっと変わったね、赤が真っ赤みたいな、下のレストランもこんな感じだし、正直あんまりリラックスするタイプのホテルではないですね。でもこういうアートのホテルが好きっていう人には、まあいいんじゃないかなと。ちょうど今回は一泊だけするので、そういう一泊とか短期滞在の人にはいいホテルなんじゃないかなと思います。ただね、フロントのスタッフの人はもうめちゃくちゃ親切にしてくれてて、こっちはレストランです。で、今ここでもそれぞれの部屋に泊まる人のなんかメッセージカード書いてくれてたりとか、私がちょっと布団の横にリンゴ落としちゃった時も助けてくれたりとか、ドアの件も鍵の件もなんとかしてくれようとはしたので、その人はね、マネージャーじゃないそうなんで、その人一人で今日はこのホテルにいるっていうことだったんで、今日オランダ最後の夜なんで、最後にちょっとスタバでも行って駅前フラッと寄って夜過ごしたいと思います。